皆さんこんにちは、のばなです。ドイツから義理のお母さんがアメリカに遊びに来てくれていたのもあって更新をお休みしていました。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。ニューヨーク旅行の続きの動画も編集中なのですが、今日はまずアメリカの独立記念日の様子をお届けしたいと思います。7月4日、アメリカ独立記念日の日、私たちが住む住宅地ではゴルフカートパレードが行われました。アメリカ国旗の色で飾られたゴルフカートが次々と通る中、大人も子供も水風船を投げます。パレードの後はみんな集まって水風船を投げまくる大会をしてました。めっちゃアメリカって感じです。いや、そこまでやりたくないけど、これやったら手で持ってネオンスパークラー。夏に花火をするのは久しぶりです。ドイツでは大晦日のみ花火が許可されていたので、毎年寒い中花火をしていたんですよね。私はやっぱり夏にする花火が好きです。星が飛んでます。そして次のところでどこまでしてあればいいめっちゃ夏やな。お前がこれから見るものを誰にも言ってはならぬぞ。もし言ったらお前の命はないからな。お前の命はないからな。はい、誰にも言いませんと床屋さんが約束しました。何チャンネルやったっけ？パンパカチャンネル。パンパカチャンネル最近休憩中やな。冷た。アイス冷た。そこ空っぽやな。まだ朝やからか。スモークハウスって書いてたよ。スモークハウスって書いてたよ。すごいな。なんか肉とかあるのかな。10週間の夏休みももうすぐ終わり。8月4日から息子は小学5年生、娘は2年生になります。去年は英語がほとんどわからない状態で小学校に通っていましたが、今年は子どもたちの英語もだいぶ成長し、言葉についてはそんなに心配する必要はなくなったと思います。一番の問題は私の英語ですね。去年1年間はあんまり積極的に動かなかったのですが、今年はもう少しアメリカ人のコミュニティの中に入っていけるようにしたいと思います。せっかく英語圏に住んでいるんですから、日常会話くらいは取得してドイツに戻りたいものです。ドイツといえば、義理のお母さんがアメリカに2週間ほど遊びに来てくれました。お母さんは地元のオーケストラでサックスを吹いているので、ジャズ発祥の地ニューオーリンズへ旅行に行ったりと楽しい時間を過ごしました。この大きい木みたいな1個だけ持ってる。ブロッコリーを。これ1個だけ買っていこう。アメリカといっても本当に広いので、違う州に行くのは
とても楽しいです。ニューオーリンズはとにかくご飯が美味しかったです。特にガンボという煮込み料理は本当に美味しくて、皆さんにおすすめします。ドイツのリースリングが大好きな私ですが、アメリカではピノノワールを楽しんでいます。と言ってもしょっちゅう飲める値段ではないので、たまに買う程度です。今日はこのピノノワールを試してみたいと思います。僕寒いっていう時あるけど、でも僕の体は暖かい。どこのスーパーでもよく見かけるこの和牛ミンチ、まだ購入したことがありません。試したことがある方は美味しかったかどうか教えていただけると嬉しいです。今日はこの豚肉を買っていこうと思いますが、結構薄く切られているので嬉しいです。卵の値段はなかなか下がりませんね。生で食べるのは怖いですし、日本で卵かけご飯が食べたいです。このグルテンフリーのパンケーキミックスが美味しいのでよく買っています。おむつはもう必要ないのでじっくり見たことがないのですが、ドイツよりは高いかなと思います。皆さんはどう思いますか？ジャイアントサイズ。たまに YouTube で猫が映っている動画を見るのですが、なんとアメリカにも稲葉のチュールが売られています。このスーパーでは毎日いろんなイベントが開催されているようです。スイカのピザをみんなで作るのでしょうか。これはチェコのビールですね。ドイツでもよく飲まれているビールだと思います。アサヒスーパードライも売られていて嬉しいです。そしてもちろんドイツのビールも。アメリカのくら寿司の様子を撮ろうと思います。ありがとうございます。じゃ完全に日本ですね。すごい。すごい初めて。すごい。何が初めて？アメリカで初めて。そう、アメリカでこの私はこういう。しかもこれガラガラというか。なんなんこれ。お皿を。ポン酢サーモン。ポン酢サーモン美味しそうですね。オーダーしたら来るわけそれが。そう。選挙に行った後のくら寿司。めちゃくちゃ幸せです。
まさかアメリカにくら寿司があるとはびっくりです。一皿の値段は可愛くはないですが、せっかくアトランタまで来たのでお寿司を味わいたいと思います。それにしても海外にいても投票ができるってありがたいことですよね。ただ在外選挙人登録をしないと投票はできないので、今後海外在住予定で投票したいと思っていらっしゃる方はお気をつけください。手続き自体はそこまで面倒ではありません。いずれ日本に移住しようと計画していますし、今後もしっかりと日本人として投票していきたいと思っています。くら寿司の後はアジア食品に特化したスーパー H マートにて買い物です。キノコ類の中で一番好きな舞茸を見つけました。年に数回しか食べれないと思うので思い切って買って帰ります。キノコ類が豊富な日本のスーパーが恋しいです。かいわれ大根もなかなか見ないので一つ買っていきます。アメリカではカルピコという名前でカルピスが売られています。丸々と太ったサバを発見しました。新鮮なサバを買えるなんてありがたいことです。子どもたちの学校も始まることですし、定期的に新しい動画をアップできるように頑張りたいと思います。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。